こんにちは、ミニマリストののです。今日は1年半ぶりのルームツアー動画となっています。まずこの物件なんですけれども、福岡市内の賃貸アパートで 2LDK、 子供が小学生の、今2年生と4年生と私の3人暮らしですね。今見えているのがキッチンとリビングと隣の和室になってます。まずはリビングから紹介していきます。これが和室側から見たリビングです。この畳の部屋とフローリングのお部屋の間にですね、ここ境目があると思うんですけど、この境目のところに本当は襖があって仕切られていたんですよね。けどここ邪魔だということで3枚撤去して子供部屋の方に今は置いています。ちなみにリビングといってもここで過ごすことはほとんどなくてですね、くつろぐ時は和室だとか、子供部屋にいることが多いです。ミニマリストのお部屋っていうのは割とカーテンがないことが多いかと思うんですけど、私も前はですねカーテン1枚だったんですけど、この物件がですね、ベランダが東向きということで朝日がもうカンカンに入ってくるのでちょっと耐えきれなくて、今回のお部屋では薄いカーテンと遮光カーテンの2枚をつけています。このカーテンは無印良品なものですね。ではお部屋の左端から見ていきます。ここにあるのが Wi-Fi ルーターですね。以前のルームツアーではカゴの中に Wi-Fi ルーターが入ってたと思うんですけれども、 Wi-Fi の会社を乗り換えたので、見た目がすっきりしてカゴいらなくなったというところですね。あとこの左側にある白い板、これは撮影用に使ってます。撮影の背景として使ってます。でこれ置き場所がなくてですね、それでこれをどかすとですね、このように穴が出てきちゃうので、これを隠すのと、置き場所がないからっていうのでここに置いています。白背景の写真とかはこれに載せて撮っています。あと椅子が一つありますが、こちら無印良品のものです。リスナーさんから譲っていただきました。これはキッチンに持って行って、ここでご飯食べたりとか、あとは押し入れの方に持って行って、押し入れをデスク代わりにして作業したりとか、あとは踏み台代わりにも使っています。ちょっとフローリングと擦れて音が鳴りやすいのが難点ですね。リビングは以上なんですけれども、最後にですねちょっと天井を見ていただきたくて、ここにライトがね前はあったと思うんですけど、これを手放してしまいました。ポップエナジーをつけた時期もあったんですけども、それも持っていなくって、今は夜どうしてるかっていうと、夜はもう台所の電気2つだけで賄っています。結局夜ってご飯食べてお風呂入ったらもう寝るだけなんですよね。だからそんなに明るくする必要ってないなと思って、その方が眠りにもつきやすいかなと思っても今ここ外しています。隣の和室の方ももう電気はこのように外して何もない状態になっています。次は和室を紹介していきます。和室は6畳あって、夜はここにシングルの布団を2枚敷いて3人で並んで寝ています。でこの広い押し入れなんですけれども、この押し入れもここと同様ですね。本当は襖があるんですけども、外して子供部屋の方に移動させております。この方が風通しも良いし、部屋が広く見えるので好きです。いろいろ物があるので紹介していきます。ここはリビングと寝室で使うものを直置きにしています。本が今積んであるんですけれども、スマホをですね夜10時以降見ないようにしていて、それでも眠れないのでですね、すぐにはここにある本を、読んで眠くなるまで過ごしているという感じです。おなじみ八木仁平さんのやりたいことの見つけ方、これも八木仁平さんにおすすめしてもらった本で、これも今八木さんにツイッターで教えていただいた本を今読んでます。これはですね四隅大輔さんの本なんですけれども、福岡でトークイベントがあった時にサインをしていただきました。大事に持ってます。あとは AirPods と、これは枕元で使う用の懐中電灯ですね。無印良品のものです。これは以前動画で紹介しました XGMI のハロプラスというプロジェクターになっています。これはですねどこそこ移動できるので、リビングで見たり畳の部屋で見たり、いつもは結構出しっぱなしになっていることが多いんですけど、今日はルームツアーだったので片付けました。次寝具ですね。私は布団派です。もう子供の時からずっと布団で過ごしてきてるので、ちょっとベッドとかマットレスだと眠れないんですよね。で全部すごい安いものばっかりで、敷布団はニトリのもう3990円ぐらいのが2つと、枕も990円のやつで、この敷パッドをよく聞かれるんですけれども、これすごい便利でゴムがないんですね。このように本当乗せるだけになっていて、もう洗う時にパッと取って洗えるのですごく便利なんですけど、これはパシーマです。概要欄に載せておきます。はい、で枕カバーはニトリで購入したものです。今日撮影日が9月2日ということで、まだまだ暑いんですよね。暑いので夏はですねこのようにタオルケットを1人1枚で寝ています。
押し入れの一番奥です。これは即席のクローゼットといったところでしょうか。隙間のところに突っ張り棒をこう渡して、今使うこの服と冠婚葬祭の服、これがどうしてもやっぱりハンガーにかけておきたいということで年中ここで保管しています。突っ張り棒はですね、ホームセンターで、300円400円ぐらいで購入したものかと思います。20数センチのものです。今ここにあるのは白の T シャツと冠婚葬祭用のジャケットと、こちらも同じく冠婚葬祭用のズボンですね。最後ここにかかってるのがポーターのリュックなんですけれども、ポーターはね、高校の時にすごい流行ってて好きだったので懐かしいなと思って買いました。荷物が多い時は使っています。次はこのなかなか見えにくい押し入れの上の収納を紹介していきます。上に登りました。なかなかちょっと狭いので撮りづらいんですが、一つ一つ紹介していきます。ここにはですね、写真と旅行グッズ、あと思い出グッズ、裁縫道具、電池などが入っています。で、2番目、これはカセットコンロ非常用。これも非常用のトイレ。次がカセットコンロに使うカセットボンベ。で、これが、ポータブル電源ですね。ここにあるのは、非常時に使うドライシャンプーとヘルメット。で、こっちが、子供の髪を切るバリカンとバッグと参観日の時に使うスリッパ。これは無印の収納ケースなんですけども、ここにはですね、季節外の服が収納されています。ちなみに全部ではないです。あと今使ってないハンガーがここに余っている感じです。ちなみにこの和室の畳のへりなんですけども、これもともとこの色でちょっと分かりにくいんですけど、ベージュのような色なんですね。これはもともとこの色だったのですごいラッキーでしたね。可愛いです。あとこの押し入れの下の段はですね、基本何も入れないようにしています。結構ホコリが溜まりやすいので、毎日掃除機をかけています。ではキッチンの方に行きたいと思います。早速なんですけども、この冷蔵庫の横にですね、全身鏡があるんですね。これはフィルムタイプのものを今使っていて、これが倒れても割れないタイプなのですごくいいですね。ここだと置いてもあんまり存在感がないから、ここに立てかけています。冷蔵庫とレンジですね、どちらもパナソニックのものです。冷蔵庫は169リットルです。ちょうどいいサイズですね。ではシンク周りから紹介していきます。まず食器洗いに使っているのはヤシの実洗剤です。無印良品の容器に詰め替えて使っています。ここにスポンジがついてるんですけども、スポンジとスポンジホルダーですね。以前の動画ではここにスポンジホルダーがついていて、このように収納していたかと思うんですけど、ここだと、ここの拭き上げだったり、ここの掃除、シンクの掃除っていうのがしにくいということで、こちらにホルダーを移動させて、今はここにスポンジを置いています。で、お皿を洗った後は水切りかごに置くのではなくって、このティータオルというものがあるんですけども、このようにですね、ティータオルを敷いて、ここにお皿を置いて乾かすというふうにしています。あとこの排水口のゴミ受けなんですけれども、これも自分でステンレスのものに交換しています。これだと見た目もすっきりするし、掃除もしやすいです。ネットは使ってないです。シンクの上にお皿を収納しています。今お皿は6枚とグラスが3個あります。グラスはすごいシンプルなものを見つけて、これを使ってます。こう見えて耐熱なんですよね。これすごい気に入ってます。ここに無印良品のクリップがあるんですけれども、これは洗った牛乳パックを干したりするのに使っています。今使っているお皿がこちらです。これは無印良品の磁気ベージュボール中です。冷蔵庫にもう一つ入っていて2個持ってます。以前は無印良品のオーバル皿を使ってたんですけれども、割れてしまったのでこれに買い替えました。サタルニアというところのお皿です。だいたい晩ご飯はこれにおかずとご飯を乗せてワンプレートにして食べることが多いです。今まで使っていた無印良品の磁気ベージュシリーズと、右のサタルニアを比べるとですね、ちょっと右の方が青っぽいの分かりますかね。私右の色の方が好きなので、もしこれが次割れたらですね、サタルニアの同じシリーズで揃えていこうかなと思ってます。青っぽい白の方が好きですね。これはセリアで購入した小皿です。ちょっと残ったおかずとか入れるのに使ってます。お皿の右側の棚です。左にあるのが野田ホーローのホーロー保存容器、あと右にあるのが調味料ですね。胡椒と塩とオリーブオイルです。この野田ホーローの保存容器は、カレーやポトフが余った時、あとはゆで卵を茹でる時などに使っています。少量のお湯を沸かす時にも便利です。ちょっと黄色くなってるけど専用の蓋もついてます。調味料の上の段にお弁当箱とレジャーシートが入っています。これは子どもたちが遠足で使うものです。一番右には醤油が入っています。これは地元の宮崎の醤油で、宮崎に帰った時に買ってきてずっと使っています。
コンロ周りです。リンナイの一口コンロを使っています。ちなみにうちはプロパンガスです。コンロの右奥にカトラリーを立てて収納しています。引き出しに入れるとすごく取り出しがしにくいので、このように立てています。カトラリー立ては無印良品で購入したんですけれども、この小さいサイズはもう廃盤になってしまいました。箸も無印良品のもので、フォークとスプーンは雑貨屋さんで購入したものです。キッチンバサミは Amazon で購入しました。コンロの下です。コンロの下はフライパンとザルとボウルが入っています。これはエタノールなんですけれども、これは掃除に使ったり、子供が風邪をひいた時に除菌するのに使ったりしています。これは、スプレー缶の穴を開けるものです。100均のものです。左奥にある消火用具はですね、これはもともと部屋についていたものです。真ん中の引き出しいきます。右からラップ、キッチンペーパー、シリコンスプーン、しゃもじ、ピーラー、網、これはパンを焼く網です。焼き網以外のこの3つは無印良品です。2段目は生ゴミを捨てる用の袋と麦茶が入っています。夜間で麦茶を沸かして飲んでます。一番下の奥に入っているのはキッチンペーパーです。この手前のこれはですね、スーパーに持っていくペットボトルとか食品トレイを入れています。これをスーパーに持って行ってゴミを捨てて買い物をして帰ってきます。シンクの下を開けるとこのようになっています。左は無印良品の柔らかポリエチレンケースの大きいものです。これをゴミ箱代わりにしています。炊飯器は週に2回ほどしか使わないので、使わない時はここに収納しています。右にあるのは無印良品の水筒ですね。これにお茶を入れて外出時に持っていくことが多いです。キッチンの右側に扉があるんですけども、この右側が納戸になっています。紹介していきます。扉を開けるとこのようになっています。主に食料備蓄をここに収納しています。左から行きます。このクリアファイルには領収書が入っています。この黒い無印良品のケースには重要書類などが入っています。これは今使っているマイクのケースですね。これは MacBook Air とマウスと、充電ケーブルで、右には薬を置いています。薬はこのように収納しています。これは普段よく使うものたちは外に出しっぱなしにしています。で、食料は今このぐらいなんですけれども、ちょっと増やさないとなと今思っています。これは子供が朝ごはんにしているシスコーンです。カップラーメンの備蓄と、こっちに入っているのはツナの缶詰と無印良品のアルファ米とカレーのストック。これは無印良品のトマトスープとかぼちゃスープを備蓄として置いてあります。下の段はこのようになっています。今水が70リットルほどあります。右の箱はリスナーさんにいただいた、子供のシスコーンですね。はい、上に置いてあるのは左が手放し予定のもの、右が、古紙を捨てる時に使う紙袋とガムテープです。冷蔵庫の中も軽くお見せしておきます。はい、今このようになっております。これは私の中ではかなり今多く入っている方ですね。普段は結構ガラガラになっていることが多いです。この一番下はですね、すべて備蓄として置いているものです。普段は食べないです。扉裏はこのようになっております。冷凍庫も軽くお見せします。あんまり料理の残りだったりとかを冷凍することはないですね。子供たちがよく食べる冷凍のパスタと、ブロッコリーと、これはおやつですね。一番下にペットボトルを5、6本冷凍させています。これは非常時のためにこのようにしています。上の段はこんな感じです。今あるのはレモンと豚肉と、この間の北海道に行った時のバターサンド1個だけ凍らせてます。これめちゃくちゃ美味しいので今ハマってます。次、子供部屋に行きます。子供部屋はこのようになっております。奥から見るとこんな感じです。上の段が娘、下の段が息子のものです。奥の A4 ファイルボックスに学校の教科書など入れています。手前の柔らかポリエチレンケースにおもちゃが入っています。娘はあんまりおもちゃはもういらないと自分で捨ててしまいました。なので今これだけになっております。息子もほぼ今は同じ量ですね。ちなみに息子は4年生なんですが、ポケカにハマっておりまして、これ全部ポケカです。自分のお小遣いでほとんど買ってます。このテーブルは以前の団地から持ってきたものなんですけれども、リビングに置くと全然色が合わなかったので今ここに置いて使っています。子供たちはここでご飯を食べています。子供用のスマホがあるんですけれども、これは普段は使っていなくって、お出かけで別々に行動する時とかお留守番の時に使っています。でスイッチも1人1台ずつあります。机の
の上にあと置いてあるのは文房具などですね。立てるよりもこのケースの方が出し入れがしやすいということに気づき、これに入れております。これは学校で使うランチマットの替えで、うち普段はティッシュ使わないんですけれども、子どもたちがさすがにご飯を食べるときはこれないとやっぱすごいこぼしっぱなしにしてしまうということで、この部屋だけ置いています。あとはセロハンテープと鉛筆削りと色鉛筆です。今時の鉛筆削りはね、縦に入れるんですよね。これおすすめです。使いやすい。あと部屋の隅っこにゴミ箱を設置しました。最近全然子供部屋で出たゴミをですね、ゴミ捨てに来てくれないんですよ。やっぱりゴミ箱が遠いと捨てにくいよねということで、子供部屋には特別ゴミ箱を設置しました。右はスイッチの充電器です。最後窓際です。窓際にさんちゃんがいろいろと飾っています。最初に話した外した襖なんですけども、ここに立てかけて収納しています。ここしか置くとこがないんですよね。一番下に置いてあるのはこれはタワーの段ボールストッカーなんですけれども、これにこのように立てかけて紐でちょっと安定させて、上からは布をかけて隠しています。入りきれなくてですね、2枚ほど余ってます。倒れてきてしまったことがあったので、あんまり寝室などではこれやるのはおすすめじゃないです。子供部屋を出ると下駄箱があって、こっちが洗面所です。まずは玄関から行きます。玄関のこの覗き穴のところにこれ手ぶらエコバッグをつけて覗き穴を隠しているのと、シャチハタにマグネットをつけて玄関にこう貼っています。とこの下駄箱と壁の間なんですけど、ここは子供のキックボードと傘と、もうすぐ学校に持っていく鉢植えが置いてあります。下駄箱の中はこのようになっております。ここにないものを合わせて今全部で靴は9足あります。右上のこれは普段使いのバッグと折りたたみ傘です。この収納の中は靴下とかハンカチ、マスクなど外で使うものが入っています。あと3段目にウェットティッシュがあるんですけども、これは非常用とお出かけ用を兼ねてます。一番下に防水スプレーと虫除けスプレーも置いてあります。洗面所の方に行きます。トイレは何もないのでスキップさせていただきます。まずはお風呂ですね。お風呂はシャワーヘッドを取り替えているのと、これです。普段使っているのはこの4つです。左から洗顔フォーム、クレンジング、メリットのリンスインシャンプーと、泡で出てくるボディーソープです。はい、こちらが洗面台です。あまり綺麗ではないです。洗面台左上から行きます。これはヘアバームです。すごくツヤが出ます。これ普段使ってるピアスなんですけれども、もうここに直置きで収納ということにしています。こっちはプロミルオイル、ヘアオイルとオールインワンジェル、スキンケアはもうこれだけです。あとは櫛が置いてあります。右側には歯磨き粉などが置いてあります。これはセリアで売っているホルダーにつけてます。これ左から私と息子と娘ですね。で3人とも今この電動歯ブラシで歯を磨いています。これが私ので、これが子供用です。これは刺繍作家をやっているリスナーさんが作ったものです。ストレートアイロンをかける時とか娘の前髪を結ぶ時に使っています。洗面台の横の隙間にですね、吸盤フックをつけていて、これが電動歯ブラシの充電器、これがドライヤー、これがヘアアイロンです。横から見るとこのように収納されています。洗面台の下です。現在このようになっております。これはゴム手袋ですね。髪を染める時に使います。奥にかかってるのは雑巾です。お部屋とかお風呂とかの掃除に使います。で、ここはボディーソープの詰め替えとアタックの粉洗剤、これコスパいいのでおすすめです。あと耳掃除用の黒綿棒と、これは化粧品です。あとタオルなんですけども、これは、ミニマリストの徳野さんが使っていて真似して買ったものです。すごく良かったのでおすすめです。反対側には乾燥機と洗濯機があります。私はドラム式洗濯機も使ったことあるんですけれども、この縦型と、電気乾燥機の組み合わせが私は好きですね。パナソニックのものです。で、掃除機はマキタを使ってるんですけれども、メルカリで1万円ぐらいで買ったもので、据えれば OK って感じなんですけども、ここに充電ケーブルをですね用意してて、この場で充電できるようにセットしてます。今回のルームツアーはこれで以上となります。質問があればコメント欄の方にお寄せください。特におすすめの商品に関しては概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらをよかったらご覧ください。ではここで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。